こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして多くの方が気になっている年収の壁ですけれど、年収の壁にはいくつか壁がありまして、社会保険における年収の壁、いわゆる130万円の壁、こちらについて令和8年、2026年4月から130万円に関する判定ルールが変更になることが2025年10月に発表されましたので、その内容について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、年収の壁130万円というのは公的年金にかかるものになりますので、まずは公的年金の被保険者数について確認をしていきたいと思います。その上で、扶養認定の収入の要件と範囲について確認をして、今後変わってくる年間収入の判定方法の新しいルールをご紹介をしていきます。そして、社会保険の年収の壁130万円というのがあるわけですけれど、今後はですね、社会保険の適用拡大というのがあって、130万円の壁自体も徐々になくなってくる流れになりますので、適用拡大についてもご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは今現状の公的年金の被保険者数について見ていきたいと思います。公的年金大きく1号、2号、3号と分かれているわけですけれど、いわゆる自営業者の方は国民年金1号の被保険者と言われています。こちらに関しましては今減少傾向にある。そしてさらにですね、年収の壁が税金上は引き上がってきている関係でですね、3号被保険者も減少傾向にある。その結果、2号被保険者というのが徐々に増えてきているという現状になっております。こちらはですね、社会保険の適用拡大というのも大きく影響している状況ではありまして、今現状、国民年金の3号被保険者というのは約680万人いるという状況になっております。こちらがですね、いわゆる被扶養者になってくるわけですけれど、この被扶養者になるための収入の要件と範囲について見ていきたいと思います。原則として収入130万円未満というルールがありまして、60歳以上の方、もしくは障害者の方は180万円という形になりますけれど、さらにですね、被扶養者の方が同居している場合と別居している場合で、さらにルールが決められております。こちらに関しましては、別の動画でもご紹介をして詳しく解説はしておりますけれど、同居の場合については収入が被保険者の収入の半分未満であること。別居に関しましては被保険者からの仕送り未満であることというのが収入要件として定められています。なおかつですね、こちらも別の動画でご紹介をしておりますけれど、2025年10月から年収130万円という要件、そもそもですね、原則として19歳以上23歳未満の方は引き上げが行われておりまして、従来の130万円から150万円未満という形になっております。ただしですね、被保険者の配偶者は除かれますので注意が必要です。このような中で年収130万円というのが一つの壁になっておりますけれど、この130万円どのように判断をしていくのかというと、年収の判断方法ですけれど、今現状は過去の収入実績、現時点の収入、将来の収入見込みなどを総合的に判断をするとなっておりますが、実際上は前年までの所得の証明書を出して判断をしている方が多いのではないでしょうか。そうするとですね、実際に働いてみないと今後扶養に入れるかどうか不透明という形で、今後の収入予測というのが非常に難しいということがあります。
これに関しまして、令和8年4月の1日、2026年から変更になります。どのように収入を判断していくかと言いますと、労働契約、いわゆる労働条件通知書に記載をされた時給、労働時間、日数等から年間の収入見込みを計算をして判断に使うということになりました。そうしまして、今現状の判断基準、そして今後の判断基準、比べていきますと、今現状は、過去、現在、未来ですけれど、新しくルールが適用されますと、労働条件通知書に基づいて判断をされるという形になります。そして、所定外賃金ですね、いわゆる残業代なども年収に入ってきて、そちらが実績として、金額として判断されましたけれど、今後につきましては、労働契約に明記がない場合は含まないという形になっております。そしてその収入を証明するものとしては、今までは収入証明や課税証明書を使っていたかと思いますけれど、今後はですね、労働条件通知書を添付をして申請をするという形になっておりまして、さらにですね、給与収入のみの申立書というのを合わせて提出をして、130万円の判断を仰ぐという形になっております。従いまして、被保険者、ご自身が会社に入社をするときは、労働条件通知書、ご自身のものを持っているかと思いますけれど、被保険者の配偶者の方を被扶養者に入れる場合もですね、配偶者の方の労働条件通知書を入手しなければいけないという形になります。では、その労働条件通知書ですけれど、どのような記載が必要かですけれど、こちらは一般的な記載内容であれば問題はありませんけれど、いわゆる時給ですね。もしくは月給の場合、日給の場合もあるかもしれません。また、所定労働時間の記載が必要です。週何時間、もしくは1日何時間。そして、所定労働日数、週何日働くのか、もしくは月に何日働くのか。そしてですね、通勤手当。こちら、忘れやすいんですけれど、実費なのか月額上限があるのかということで、この通勤手当については社会保険上の収入に含まれますので注意が必要。また、その他手当がある場合はそちらの手当の金額も明記する必要がありますし、賞与が確定をしている場合は賞与に関しての内容も必要になってきます。また、残業の見込みなどがある場合は、所定外賃金の見込みの金額も記載をする必要があります。こういった内容を書いて、被扶養者の判断を、認定を受けるわけですけれど、記載が不十分であったり、書類がない場合は、従来の判定方法となるということになりますので、労働条件通知書の記載内容が被扶養者認定の可否を左右してくるので非常に重要という形になります。従いまして、配偶者の方、被扶養者になろうとする方もですね、労働条件通知書をきちんと発行をしてもらうということが必要になってくるかと思います。そして130万円の壁の判定基準はこのように変わるんですが、ただ今後ですね、社会保険の適用拡大というのがあります。もう法改正終わっておりますが、今後はですね、大企業において適用されていました106万円の壁におきましては、月額の賃金が8万8000円以上というのは今後廃止になる見込みになっております。そして社会保険の適用拡大、今現状51人以上の企業になっておりますが、今後徐々にそのハードルが引き下げられまして、10年かけて段階的に廃止という形になりますので、今後は週の勤務時間が20時間以上の場合は、社会保険にご自身が入らなければいけないという形になります。ただですね、個人事業所も適用対象にはなっているんですが、当面は対象外という形で扱いになっております。そして最後に注意点とまとめですけれど、認定後の確認についてです。翌年度以降はやはり最低1年に1回は確認をしておいていただくという形になります。そして収入を確認をして130万円を超えている場合でも、それが一時的、社会通念上妥当な範囲であれば認定の取り消しの必要はないという形になります。
従いまして、労働条件通知書に書いてある内容が130万円未満であれば、その結果、収入が130万円を超えていても、一時的と判断されれば扶養の認定を取り消す必要はないということになります。また、労働条件通知書。多くの場合はですね、所定外労働は発生の都度別途支給と書いてある会社も多いかもしれませんが、このような記載では不十分となりますので、所定外労働が見込まれる場合は月何時間程度、もしくは年間何円程度の時間外手当の支給見込みという形で具体的に書いていただく必要があります。この新ルールですけれど、給与収入がある方のみ、なおかつ一つの会社から給与をもらっている方になりますので、年金収入がある方、個人でフリーランスで事業収入がある方、ご自身で複数の事業所から収入を得ている場合などは適用外となりますので注意が必要です。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。